は。今日は手話から新しく出たムーブマイクというマイクを使ってこの黒板 ASMR を撮っていきたいと思います。で、今私マイクを手で持って音をとっているのですが、黒板を書くときに両手を使いたいので、そういう時はここにクリップがついているので、こういう感じで、服に挟むことができます。で、このマイクとっても軽いんですけど、全く襟がよれていないのがこう見てわかると思うんですけど、そのくらいとっても軽いです。なのでつけていることを忘れてしまいます。小さい昨日練習で音を取った際につけているのを忘れてお風呂入る前に気づくということがありました。で、他にもノイズ低減機能が備わっているので、そういった意味でも聞きやすいんじゃないかなと思います。では早速音を取っていきたいと思います。今回のテーマは花粉症です。花粉症、私も本当に一年中何かしらのアレルゲンで花粉症になっているんですけど、今日はその花粉症についてと、あとその予防と対策の2つに分けて説明したいと思います。ではまず花粉症とはという話から始めます。まず花粉症の症状が出るメカニズムですね。まず赤いのが花粉症、花粉症じゃなくて花粉、赤いのがこれが花粉です。で、この花粉が気道や消化管から、侵入します。どうやって書こうかな。気道や気道や
から侵入で、次にそれに対してIgE 抗体というのが産生されます。で、IgE 抗体っていうのはアレルゲン、この場合はこの花粉ですね。アレルギンに対する免疫です。免疫グロブリン。アレルゲンカッコカに対する次にこの IgE 抗体と有粘膜のマスト細胞が結合します。これがマスト細胞です。マスト細胞。結合。こうやって結合します。で、次に再びこの花粉が侵入してきたときに再び花粉侵入したときにこの細胞からヒスタミンという化学伝達物質が、放出されます。これが花粉ですね。再び花粉が侵入したときにこの細胞から何色にしようかと。
緑にしようかな。ヒスタミン。花粉の薬で抗ヒスタミン薬、抗ってアラが抗ヒスタミン薬のヒスタミンですね。で、放出された結果、5番見えるかな。アナフィラキシー反応、毛細血管の拡張とか、血流の増加とか、で、花粉症の症状として現れます。次に、花粉症を引き起こす植物について説明します。春、夏、秋、冬で、春は杉、ヒノキですよね。私も持っています。で、夏は白看板で、これは北海道で多く見られます。北海道で、秋はブタクサです。私も持っています。でもブタクサはこの杉とかヒノキに比べて飛散距離、花粉の飛散距離が短いので近づかなければ大丈夫です。あとはヨモギか。ヨモギ。ヨモギも空き地とか、あと河川敷で生えているので近づかなければ大丈夫です。で、冬は杉ですね。で、こんな感じで一年中何かしらの、植物が花粉症を引き起こしているとしています。はい、なので私もこの辺夏秋冬はお薬飲んでいないんですけど、基本的に一年中、くしゃみとか鼻水の症状が出ています。まあ春に比べたら全然大したことはないんですけど、一年中で、今年ですね、今年の花粉の飛散量は、東北地方とあと東海地方は
年の飛散量に比べて今年は多いと言われています。ただこれ以外の特に北陸、中国、四国、近畿地方は50%。なので去年の半分と言われているんですけど、ただ去年は例年に比べて飛散量が多かったそうなので、半分といえども普通に、多いと言われています。では次に薬の飲む時期と症状の程度の関係について説明します。皆さんお薬はいつ飲んでますか？私は去年まで症状が出始めると3月に飲んでいたんですけど、もう本当に効くのも遅いし、なかなか治らなくて、今年は2月から飲み始めてみたらだいぶ症状を抑えられています。本当にこんなに違うんだって思ってびっくりしてます。で、ここかな、症状、薬を飲む時期と飲む時期と症状で、横が日数で、縦が症状の重さ、上に行けば行くほど重いです。で、ここですね、ここがもうちょっと右かな。この星のとこが花粉の飛散がスタートする時期だとして、飛散スタート出したら症状、お薬を花粉飛散始まってから飲んだパターンだと、こんな感じの症状の程度だとしたら、次に花粉飛散スタートよりも前にお薬を
程度も軽くなってこの進行ですね、症状の進行も遅くなる遅くなる。なります。なので本当に大切なことは症状が出る前からつまり花粉の飛散が始まる前からお薬を飲み始めることです。出る前からお薬を飲む。症状が出る前から薬を飲む。はい、これが大切です。一度症状が出始めると鼻の粘膜がどんどん悪化してどんどん症状が重たくなっていってしまうので、ぜひ今年遅かったなっていう方は来年早めに対策してみてください。次にお薬以外の対策についてお話しします。外から帰ってきた時にまずこういう感じで服についた花粉を玄関前で落とすのがいいそうです。玄関前で落とす、払って落とす、払って落とす、払って落とす。家に持ち込まないで、こういったまだまだ寒いので暖かいウール素材の服を着たくなると思うんですけど、こういう服は花粉がくっつきやすいので、なるべくこういう表面がツルツルした素材の服を着て、外に出るのがいいそうです。ツルツルの服、ツルツル。そしてあと花粉がひどいからといって家でずっといると免疫も下がっ
そうすると余計花粉症がひどくなってしまうので、1日30分散歩、お薬を飲んで、ちょっと服に気をつけて、あとマスクとかもして、運動するようにしましょう。はい、今回は手話のムーブマイク